こんばんは、ミスタービヨンドです。前々回の動画では地球を原子サイズにまで縮めたらさすがに宇宙小さい説を唱えましたが、本日はそのブラッシュアップ回です。1ミリ、原子サイズ、素粒子サイズ、プランク超サイズという感じで全部盛りにしてます。なので、この世界がどれだけ巨大であるのかをなんとなくですが体感できる内容となっています。一部の内容は前回の動画と被る部分もありますので、本題だけ知りたい方はチャプターから飛んでいただけたら幸いです。それでは参りましょうか。ただ、実は皆さんに一つ謝ることがありまして、それが前回の動画で一部誤差が見つかってしまいました。ダブルチェックをしたはずなのに本当に面目ないです。今回はトリプルチェックをしましたので大丈夫なはずです。それでは今度こそ参りたいと思います。地球という惑星の円周は4万 km あります。4万キロと聞いてピンとくる方の方が少ないと思いますが、これはたとえジャンボジェット機を使っても44時間はかかってしまう大きさです。なので最短で地球を一周しようとしてもだいたい2日間はかかってしまうことになります。こう聞くと意外と大きいですよね、地球って。ただ宇宙はそんな地球が霞むどころかぶっちゃけいてもいなくても大して変わらないんじゃないかなと思わせてくれるくらいには巨大です。そこで登場するのが、もしも地球が 1mm であったらさすがに宇宙小さい説です。 1mm は A4 用紙10枚分の厚みなので確かに理にはかなっていそうですよね。では地球をそのレベルにまで圧縮したらどうなるのか。答えは太陽、水星までの距離は12メートル、金星は13メートル、火星までは20メートル、木星までは62メートル、土星までは112メートル、天王星までは225メートル、そして太陽系の一番端の惑星である海王星までは353メートルという具合になります。もちろんどこまでを太陽系とするのかは定義によって様々です。仮に一番イメージされやすい海王星までとした場合、直径にして706メートルということになってしまいます。宇宙の大きさを体感する比喩表現はたくさんありますが、もしかしたら一番簡単に太陽系の大きさを体感できるのは地球を 1mm にした場合なのかもしれませんね。なぜ700メートルがどれくらいの大きさかはなんとなくですがイメージできますからね。ただ勘の鋭い方は気づくと思いますが、なぜか太陽と水星が同じ距離になっているだけでなく、金星よりも水星の方が地球に近くなっています。実は前回の動画でもいくつもの方からそれはおかしいという指摘を受けました。さすが皆さん賢いです。私なんて指摘されるまで全然その違和感には気づかなかったです。これも面目ないです。詳細に調査を重ねると、実は平均距離の求め方が原因でした。これは端的に言えば惑星間の平均距離を求める方法が時間平均距離と軌道長半径の2パターンあり、より正確に惑星間の平均距離を示している時間平均距離を採用した場合にこの違和感が生まれるということでした。これは金星の方が長時間反対側に位置するのに対し、水星は公転周期が短く滞在距離に偏りが少ないため、平均すると水星の方が地球に近くなるからでした。つまり太陽から見た時の順番は確かに水星、金星、地球ですが、どの惑星が地球に近いかといえば実は金星ではなく水星になるんです。不思議なことってあるんだなーっていう感じですよね。人は見かけによりませんが、惑星もそうなのかもしれません。あと、今回から動画では説明しきれなかった細かな部分をノートというサービスで解説し始めました。気になった方はそちらを読んでいただけるとよりわかるかなと思います。今後も動画の補足や最新のロマンニュースなどもアップしていく予定なので、フォローしていただけるとスーパー嬉しいです。続いて我々が所属している天の川銀河です。天の川銀河の大きさは諸説ありますが、ここでは一番有名な説である10万光年を採用した場合で考えてみましょう。ちなみに1光年がだいたい 9.5 兆 km なので、天の川銀河はその10万倍はあることになります。バカでかすぎてもはやどこまで大きいのか全くピンとこないと思いますが、私も来ていません。そしてこの場合計算上
だいたい7400万 km になります。身近な例に7400万 km はありませんが、太陽からちょうど水星と金星の軌道の間にある距離だと言えます。こんなことを言われてもピンとはきませんけどね。そして最後に人類が観測可能な全宇宙の大きさについて見ていきましょうか。まず大前提として我々人類が理論上観測可能な半径は決まっています。これは人類が用いている観測手段が光に依存しており、光には速度の上限があるためです。宇宙は現在進行形で空間そのものが膨張しています。そしてその膨張速度は光の速さをも超えてしまっているんです。ちなみに光よりも速く移動できる原理は今のところ全く解明はされておりませんが、空間が光よりも速く移動できている理由は速度の上限があるのは物質のみであり、空間にはそれが適用されないからです。もちろんトンチではありません。なのでどれだけ技術が向上しても直径930億光年よりも先の情報を得ることは現代の理論では不可能なんです。本当に残念ですよね。ではそれを考慮するとどうなるのか。答えは驚異の69兆 km、つまり 7.4 光年くらいになってしまいます。もう意味がわかりませんよね。こんな感じで 1mm 程度では全く宇宙全体の大きさをイメージできないことがわかると思います。なので前々回の動画ではギリイメージできるかできないくらいの大きさである原子サイズにまで地球を圧縮させました。原子はだいたい 0.1 ナノメートルあります。これは髪の毛の先端に100万個並べられる大きさです。そして DNA の20分の1の大きさになります。DNA の小ささに驚いたのは私だけではないはずです。もう前提知識はだいぶ備わったと思いますので、ここからはスピードを上げてご紹介していきます。まずは太陽系から見ていきましょうか。この場合だいたい35マイクロメートルになります。これは細い髪の毛くらいの大きさです。1ミリメートルだと700メートルだった太陽系がわずか髪の毛1本分にまで圧縮できたので、幸先は良さそうですね。続いて我々が所属している天の川銀河です。この場合だいたい 7.4km になります。最新のエベレストの公式測定によると高さは8848メートルとのことなので、地球が原子サイズなら銀河系はエベレストくらいになると言えそうです。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたよね。では最後に観測可能な全宇宙です。この場合どうなるのかと言いますと、結論690万 km になります。あれ、急に大きいですよね。そうなんです。宇宙規模になると一気に巨大化してしまうんです。690万 km は身近にはありませんが、太陽の直径がだいたい139万 km なので、その5倍程度の大きさです。このようにたとえ地球を原子サイズにしたとしても、全宇宙の大きさはギリわかるかわからないかくらいの大きさにしかならないんです。そこで本題である、もしも地球を素粒子サイズにしたらさすがに宇宙小さい説です。素粒子は原子よりもだいたい1億倍以上小さいので、これならさすがに宇宙を小さくできうるのではないかなという説です。一般的に素粒子と聞くと原子の仲間くらいの認識という方が多いのではないのでしょうか。ただ実は原子よりもはるかにとんでもなく小さいのが素粒子です。例えばもし仮に原子が地球サイズであったとしましょう。この場合素粒子はどれくらいの大きさになると思いますか？答えはリンゴです。それにしても本当によく人類はそこまで小さいものを発見しましたよね。そりゃあノーベル賞もあげたくなります。一つ補足ですが、この素粒子の大きさですが、実はまだ誰にも正確なことは分かってはいません。これは今のところ10のマイナス19乗メートルくらいまでしか観測できないからです。なので本当はもっと小さい構造があったりする可能性もあります。ただ今回は今分かっている大きさをもとに皆さんにご紹介できればと思います。ではそんな素粒子とはそもそも何であるのか。一般的に物質を構成しているのが原子であることはもはや常識中の常識ですが、実はそんな原子を構成しているのが素粒子なんです。なので素粒子とは物質を構成する最小の単位であり、それ以上分割できない基本的な粒子のことを言います。代表的な素粒子は電子、ニュートリノ、
クォークです。電子は原子の周囲にいるこれですが、実は現在ではこれが間違いであることが分かっており、本当は特定の場所に固定されているわけではなく、確率の雲のように原子の周りに広がっていると考えられています。ニュートリノはあまりに他の物質と相互作用しないために、基本的に全てを貫通する特性を持っています。ちょっとかっこいいですよね。クォークは物質の最も基本的な構成要素の一つです。では、そんな素粒子はどれくらい小さいのか、それは素粒子がどの階層にいるのかを知るとよく理解できます。原子は電子と原子核で構成されていますが、その原子核も深掘ると陽子と中性子で構成されていることがわかります。そしてそんな陽子と中性子を構成しているのが素粒子です。なので本当に奥深くにいるのが素粒子なんです。なんかマトリョーシカみたいですよね。ではもう一つこんなお話を。一般的に原子のイメージはこんな感じではないでしょうか。ただ実はこれは正確ではありません。実際はこれくらい離れています。いや、スカスカやん。そうなんです。スカスカなんです。これがどれくらいスカスカかと言いますと、仮に原子の中の原子核が 1cm のビー玉だとすると、電子は 1.9km 先を動いていることになるんです。さて、これでいかに素粒子が小さい存在であるのかのイメージが少しは湧いたのではないのでしょうか。大きさを体感できたところで計算結果を見ていきましょうか。まず太陽系ですが、この場合だいたい35ピコメートルになってしまいます。これは水素原子の3分の1くらいの大きさです。なんか今度こそ手のひらに収まりそうな予感がしてきましたよね。では我々が所属している天の川銀河はどうでしょうか。この場合だいたい 7.4 マイクロメートルになってしまいます。これは細菌と同じくらいの大きさです。ますます希望が見えてきましたね。では観測可能な宇宙の場合はどうなるのでしょうか。その答えは7メートル程度です。なので残念ながら手のひらに宇宙を収めることはできなさそうです。ただこれでようやく現実的なサイズになりました。ちなみに7メートルは少し大きいキリンか背の高い樹木程度の大きさです。プランク長とは物理学者マックス・プランクが提唱した単位で理論上考えられる最小の長さです。なぜこれが最小なのかと言いますと、それ以上小さくしようとすると現代の物理学では測定ができなくなるからです。基本的に物質を観測することイコール波を見ることになります。光は波であり、物体に反射した波を私たちが観測するからです。しかし小さい物質は普通の波では捉えることができないので、エネルギーを高めて周波数を上げていきます。光学顕微鏡での観測に限界があるのはそのためです。もしそれ以上見たい場合は電子顕微鏡、さらに小さいものを見たいのなら粒子加速器という感じでエネルギーを高めていく必要があるんです。ただエネルギーを与えれば与えるほどそこに質量が生まれると言い換えることもできるんです。これは E=mc2乗からもわかります。エネルギーを注ぎ込めば注ぎ込むほど密度あたりの質量が増大していくことになるんです。そしてそれが限界値にまで達するとブラックホールが誕生してしまうという感じです。それが起きるのが 1.6×10 のマイナス35乗メートルという気の遠くなるほど小さい世界です。先に説明した素粒子ですら10のマイナス19乗メートルなので、素粒子を約6250兆分の1にした大きさです。現代の理論ではブラックホールの中では物理学が破綻すると考えられているので、プランク長がこの世界の最小の大きさということになります。ただこれだけだと全く大きさのイメージができませんので、こんな比喩をご紹介します。太陽系全体を見渡した時にその中にいるウイルスがどれほど小さい存在であるのかを想像してみてください。それがざっくり素粒子から見た時のプランク長の大きさです。では人間大を基準とした場合、どれくらい巨大な構造体が必要だと思いますか？天の川銀河でしょうか？それとも観測可能な宇宙でしょうか？実は残念ながらそのどちらでもなく、現在の観測可能な宇宙を10億倍程度に大きくしてようやく比較できるようになる大きさなんです。もはや言葉も出ませんが、それくらい小さいのがプランク長の世界です。さてざっくり全体感がつかめたかと思いますので、計算結果を見ていきましょうか。まず太陽系ですが、この場合
10のマイナス30メートルということになってしまいます。もう意味もわかりませんが、陽子よりも10の15乗くらい小さい大きさです。続いて天の川銀河ですが、この場合10のマイナス21乗メートルになります。これは陽子よりも100万倍小さい大きさです。そして観測可能な全宇宙です。もはや1センチを超えたら御の字くらいな印象しか抱きませんが、この場合10のマイナス15乗メートルということになります。これは陽子と同じくらいの大きさですね。なので人類が理論から導き出した最小の極地であるプランクチョウにまでこの世界を縮小させたら、さすがの観測可能な宇宙もお手上げということが言えそうです。私も計算をしてみたり比喩を考えてみたりするまでは、まさかここまで小さいとは思いもしませんでしたので、台本を書いていて思わず笑ってしまいました。なのでまとめると、この世界を素粒子サイズにしたらさすがにこの世界も小さくなりますが、プランクチョウにしたらもはや意味もわからないということですね。ただ実は一つ残念なお知らせがありまして、それが宇宙の本当の構造は実は観測可能な宇宙よりも先にも無限大に広がっている可能性があるということです。実際にどれくらい広がっているのかは誰にも分かってはいませんが、理論上は無限大と言ってもいいくらいには広がっていると考えられています。なんならマルチバース、つまり我々の宇宙以外の宇宙やパラレルワールド、つまりもしもあの時あの選択をしていたらという世界が無数に存在している可能性すらあると言われています。もしそれが事実なら、無限大に広い宇宙×我々の宇宙と同等か、それ以上に広い宇宙が複数個×もしもの世界線がこの世界の本当の大きさなのかもしれません。これらを全て考慮したら、こんな規模の数で計算をしないとこの世界を手のひらに収めることは難しいのかもしれません。そんなことを考えさせてくれます。まあこれだけ聞くと元も子もないですけどね。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。